テッセン、鬼子ってご存知ですか？この間、テッセンが持ってきた怪談朗読の台本で鬼子というのがあったでしょう。本日はそれについてお話ししようと思っていたのですよ。まず、鬼子は親に似ていない子供、異様な姿で生まれた子供、特に歯が生えた状態で生まれた子供のことを言います。日本各地で古くは歯の生えた子は良くないもの、縁起の悪いものとして生まれてすぐ殺害したり、捨てて他の誰かに拾ってもらうなどしておりました。これにはいろいろな例があり、地域によっては一本歯が生えて生まれた子供は捨てて近所の人に拾ってもらい、2本揃って生えていた子は大いに出世する。生まれて10ヶ月に歯の生えた子供は当婆と呼び、蜜辻に捨て人に頼んで拾ってもらう。33歳の時に娘を産むと親に逆らう鬼子になるといい、別の親に拾わせる。鬼子を放置すると親のうちの一方が死ぬと言われ、鬼子は出産して間もなく全て殺されていた。妊婦が腹に子を宿したまま死んだ場合、その胎児は鬼子として見放すなどの風習があり、たった歯の一本や生まれる時の環境で赤子の人生、ましては生死までが左右されるだなんて恐ろしいことですよね。同様の理由でのエイジ殺しは各地で行われておりましたが、親に養育の意思がある場合、鬼子の歯を折ることで鬼子ではなかったことにしていた地域もあったそうです。では、これらの伝承がどうして根付いたのか、これは正直なところ明確に分かってはおりません。そもそも生まれたばかりの乳児に歯が生えることを先天性歯というのですが、これは原因が分かっておらず、何か困ることがあるとすれば、虫歯になりやすいとか、尖っている場合、歯が赤子自身の口内を傷つけてしまうとか、歯が抜けた時は誤飲に気をつけなければならないとか、そんなもので別段生死に関わるようなものではございません。しかしながら、医療の発達していない昔では、小さな口内の傷が生死を分ける病につながってしまうとか、知識がなかったからこそ他の乳児と少し違うだけで、何か良くないことがあるのではないかという余計な憶測を生んでしまったかもしれません。それか、貧しい地域では口減らしが必要で、育てる赤子、捨てる赤子を厳しく選別する必要があったからとか、または歯が生えることを成長の証とするのであれば、赤子のうちから歯が生えていることを早熟として、早熟な賢い子供を教育することが難しいと考えたのか。農作業だけの地域では賢さなんて邪魔なだけでしょうからね。子を辻に捨ておいたのも、子を宿すことができない母に託すためなのか、自身の家では育てることができないものの、命を奪う行為を非道として他人や自然に流れを任せようとした結果なのか、真実はわかりませんね。では、ここいらでこれらの伝承があったことを真実たらしめるために5点でも紹介していきましょう。上京時代の怪談本、紀伊増談集。ある村で女が異物を3度分娩した末に4度目に鬼子を産んだ。この子供は生誕時にしてすでに3歳児ほどの大きさで、種のように真っ赤な色で、両目に加え額に目があり、耳まで裂けた口の上下に歯が2本ずつ生えていたという。この鬼子は父に殺されそうになりながら噛みついて抵抗したものの、ついに殺害されて崖下に埋められるが、翌日になって生き返り、話を聞いていた周囲の人たちに殴りつけられ、ようやく生き絶えたという。高力の円光庵日記。名古屋の町屋に鬼子が生まれた時の状況が挿絵入りで記録されています。
その鬼子の特徴は、額に2つのコブあり、目のところとおぼしくて1つの穴あり、目にはあらず、口は耳まで切れて上下に牙あり、四つ足三つ指にして水かきありという異様なもので、非常に活発に暴れるために布団で押さえつけ、石臼を乗せたところ跳ね返されたが、夕刻には死んでしまったといいます。これは単眼症のことを言っているのでしょうか。確かに単眼であれば額のあたりに鼻が残る場合もありますから、鬼にも見えるのでしょう。こちらについても詳しくお話ししたいところですが、次回にいたしましょう。さてお次は明治中期の怪談小説野草奇談。ある酒屋夫婦が客の金を盗んだことで、その客が自殺してしまうが、後に酒屋に生まれた子供は3ヶ月で歯がすべて生え揃った上、顔が死んだ客そっくりの鬼子となり、恨みつらみを述べたために夫婦により殺害され、後に酒屋の妻は病気で死に、夫も家運に見放されて店を失ったという話がある。さて皆様いかがだったでしょうか。本日は昔の奇異な風習についてお話をさせていただきました。この風習が始まった理由はわかりませんが、母が望んで行ったことというよりか、地域で村八分にならないように守らざるを得なかった行為なのではないかと思います。今はいい時代になりましたね。こんな時代なのですから、鬼子を産み落としたと思って悩んでいる方がいらっしゃったとしても、殴ったり叩いたり辻に捨ておいたりする必要はございません。そうしないとあなた自身が死ぬなんてことはないのですからね。鬼子なんて存在しないのですからこの伝承を信じて、どうしても我が子が恐ろしいと感じるのなら、しかるべき機関に相談してみてはいかがでしょう。専門家ではございませんから、詳しくは存じ上げませんが、何かしらの助け舟を出してくれると伺っております。そう、最後に素敵なお話を一つ。岡山県に伝わる昔話です。ある不妊に悩む夫婦が観音様に申し子をしたところ、子をはらんだが、生まれた子供は生まれた途端に自分で起き上がり、歩いて亀の水を飲んだ後、そのまま家から出て行った。驚いた両親は、あれは鬼子だったのだと話し合った。15年後の年取りの晩、夫婦のもとに若い娘が宿を求めて訪れ、夫婦は歓迎した。娘は夫婦の前では食事をとらず、夫婦とは別の糸取りの間で寝ることになった。夜中に娘が夕食に食べなかった丼飯を手を使わずに食べる姿を見た母親は、娘の正体は15年前に出ていた鬼子ではないかと疑う。翌朝、娘はもう年だから今後は仕事も辞めてのんびりと暮らすようにと、そう言い残して家を出て行きました。娘の使った部屋を見ると13俵の米俵が残されており、その後も毎年大晦日に米俵を送られて何不自由なく暮らしたという。ね、素敵でしょ。言うなれば鬼子の恩返しでしょうか。悲願のお話、ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それでは、さようなら。